はいどうも、最近は車ばっかりなささらちゃんです。まずはじめに紹介するのはこれ、アルファ 4S。初めて下級機を搭載した車で、エンジンは水平対向4気筒スーパーチャージャー。今までは下級時の燃料スロットルの制御で難航していたんですが、エクセルでなんやかんやして、結構いい感じの制御ができるようになりました。まあ実際のところは、計算式間違えたものを使ってたら偶然いい感じの挙動になってただけなんですけどね。さて、こちらはエンジンルーム。これが下級機ですね。それでは、ボンネットを閉めて早速走らせてみましょうか。走り出しの加速はあんまりですが、2速以降はまあいい感じの加速になってます。コーナリングもまあいい感じになりましたね。少なくとも前回の動画で紹介した車たちよりかは圧倒的にマシです。最高速はだいたい223ぐらいですかね。ちょっと微妙な速度ですが、まあ200以上出てるのでよしとしましょう。本音を言えば300以上出したいんですけどね。でもストアで300となるとやはりパワーと空気抵抗が課題ですかね。変なやつでなら350出したことあるんですけどね。まあそんな話は置いておいて、ライト類を見ていきましょうか。まずヘッドライトはこんな感じ。やっぱり丸目4灯はいいですね。ウィンカーはこんな感じ。デザイン的にどうしてもウィンカーをここ以外に置きにくいんですよね。多分現実だとヘッドライトの中に入れてあるんでしょうけど、バックだとこんな感じ。テールはこんな感じ。テールはなんだかちょっと微妙な感じですね。なんでしょうね。多分フロントのデザインと合ってないんですかね。大きさはこんな感じ。ストアだとちょっと小さく見えますが、現実だと結構大きいですよね。次はアルファ 4S の後継として作ったアルファ 5S。4S がそこそこ人気だったので、調子に乗って後継を作った結果失敗してしまったやつだったりします。エンジンは水平対向6気筒スーパーチャージャー。ここだけ聞けばすごそうに聞こえますが、実際のところ理想とはかけ離れた車になってしまっています。この車の残念なポイントは直進安定性です。このまま見ててもらえればわかると思いますが、ちょっとずつ左に寄っちゃうんですよね。まあこんな感じに、てなわけで最高速の210以上測れないんですよね。まあでも珍しく原因は分かってるんですよ。おそらくですが、ホースに空気抵抗があるんじゃないかって私は思ってます。この車、排気と燃料にホースを使っているんですが、ホースが左右対称じゃないんですよね。重心は真ん中ですし、それしか考えられないかな。ライト類は前作とあんまり変わってなく、唯一テールが電圧式に変わったぐらいですかね。後の変更点といえば、2人乗りから4人乗りになったことぐらいです。次はパフォーム GT。 最新作であり、私的にそこそこお気に入りであり、マルチに持っていった車のベース車両ですね。特にフロント周りがお気に入り。エンジンは水平対向4気筒スーパーチャージャー。やっぱり4気筒スーパーチャージャーが一番扱いやすいなって思いました。この車には珍しくカーナビがついています。これはマルチ行くなら必要かなって思ったからですね。まあ結局使いませんでしたし、なんならカーナビというよりただの地図ですけどね。でも縮尺はちゃんと変えられるんですよ。加速はまあ微妙ですね。特別悪いって感じでもありませんが、良いとも言えないって感じ
で、ハンドリングもまだマシな方です。動画では失敗してますが、頑張れば滑走路のコーナーを100以上で曲がれます。直進安定性は割と良い方です。速度に応じてステアリングの入力を調整しているので、高速域でのステアリング操作も割と優しめです。最高速は230ぐらいで、まあって感じです。ライトはこんな感じ。このライト良くないですか？この丸目の上の部分がちょっと隠れてる感じ。これがもう本当に大好きなんですよ。で、ライトをつけるとこんな感じ。テールは電圧式ですね。で、ウィンカーもお気に入りポイントの一つですね。今までのウィンカーはグリル周りに書いてたんですけど、今回のはうまくヘッドライトの中に埋め込むことができました。リアのウィンカーはこんな感じ。後ろのウィンカーやバックライトはテールランプの下につけるのが最近のお気に入り。で、これが前回のマルチで白石さんへの挨拶に使われたパッシング機能。当初の目的は首都高バトルみたいにバトル開始の合図とかいいなって思って付けただけなんですけどね。中は4人乗りで、一応ファミリーカーとしても使えなくはないかもしれません。最後はこれ、マルチにも出したパフォーム RX。基本的にはパフォーム GT ですけど、ちょくちょくマルチとオフロード用に改造してあります。これはマルチ用に改造した機能の一つです。動機ずれとかを考慮して、ホースのウィンチを手動で操作する方式に改造してあります。ただ、キーが足りなかったので、横転復帰装置と兼用になってます。オフロードは、そこそこですかね。少なくともオニールからノースハーバーまでは全開でいける程度ですかね。あとはラリーっぽくライトをつけてみました。助手席には便利グッズと充電器。使う機会ありませんでしたけどね。後ろには消火器やら修理機やらがあります。実は牽引用のロープアンカーもあったりします。真ん中3つ置いてあるので、どこにアンカーがあっても安心して牽引できます。あとはドアにホースと電気ケーブルがあります。これはどっちかっていうと、助けられる側としての使い方が多そうですね。あとは医療用具なども載せています。スペースがなかったので、ここに載せています。ダメージありだとあんまりですが、オフにすると結構楽しく走れます。そんな感じで今回はここまで。またねー。